コンケイクです。今回のテーマは、Not 恋愛。周囲から見たあなたの印象です。恋愛以外の人間関係を見ていきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。A、B、C の中からお好きなカードを1枚お選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターを用意しておりますので、そちらをご確認ください。選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカード1枚で占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方のあなたに対する周囲の印象ですね。そうですね。周囲の方がですね、自己中心的な方っていうのもあるので、あなたに対してですね、好き勝手なことを考えてるっていう感じなんですよね。ただあなた自身はすごく責任感があって、言いたいことはちゃんと言うと。はい。そこはですね、言いたいことっていうのは大事なことだからこそ言うっていうことなんですけれども、それがちゃんと伝わってないっていうことがありますね。はい。では、1枚ずつお話しさせていただきます。はい。では、まず過去ですね。過去がバンドの10の正位置ですね。はい。もう過去からしてですね、ものすごく苦労されていたっていうのが伝わります。はい。もう自分にしかできないということで、人に頼れないで背負い込んでいたっていう。それを人もあなたに背負わせていたっていう感じですね。人によっては、ここが介護とか子育てとかにもなるのかなと思うんですけれども、そうですね。そういったところでですね、あなたが一生懸命やっててもですね、横目で見ていたりとか何もしないとかですね、そういう感じ。そういうところで、あなたの責任感をですね、搾取するって言ったらいいんですかね。もうそういうところがあるので、そうですね。やっぱり自分勝手な人っていうのがもう過去からずっといらっしゃるっていう感じですね。はい。はい。では次が現在ですね。力の逆位置です。そうですね。当たり前といえば当たり前なんですけれども、過去でですね、ものすごく苦しまれていたっていうのもあるので、もうあと少しのところで崩れそうな感じになってらっしゃる。もうですね、しっかり休んでほしいっていう感じです。はい。ですね。とはいえですね、あなた自身がしっかりやらなきゃっていうふうに思ってらっしゃる。今その気持ちだけでなんとか立ってらっしゃるのかもしれないですね。で、その、過去から多分つながってるんじゃないかなと思うんですけれども、自己中心的でですね、機嫌を取らないといけない人っていうのがいらっしゃる。その方のご機嫌を損ねてしまうと、またいろいろとトラブルになってしまうので、その人に対しても、はいはいっていう感じでですね、ある程度の優しさといいますか、気遣いですね、をしていかないといけない。その時点でまたご苦労が出てくるっていうことですね。はい。では未来がどうなるかと言いますとですね、今日の正位置ですね、急展開を迎えます。感情が爆発します。はい。これは私としてはもうしょうがないと思います。感情が爆発しますよね、それは。長年のいろんな苦しみだとか辛さだとかがですね、今後積もり積もったものがドーンと出てきてしまうっていうところですね。で、そこでですね、大喧嘩になって、なかなかと修復できないような関係になってしまうか、またはですね、腹を割ってですね、お互いにしっかりとこういうところは不満だったとかですね、そういうのを話せる。そこでまた関係を修復していく。その辺はですね、やはりそれぞれに分かれていくのかなとは思うんですね。どうしてもこう、塔っていうのがですね、大きな衝撃があるものなので、
決してですね、良い方向に行くばかりではないっていうところがあるんですね。なので、そこで、あなた自身が、その方とですね、うまくやっていけるか、それとも離れていくのかっていうのですね。分かれ目になってしまうのかなっていうところはございますね。はい。はい。ではですね、改めて周囲の方ですね。その方っていうのがあなたに対してどういう印象を持っているのかっていうのが、ソードの8の逆位置ですね。はっきり意見を言う人っていう風に考えてますね。ご自分自身も結構言うタイプだと思うんですよね。自己中っていうところがあるのでですね。それを棚に上げて結構あなたのことも、はっきり言うなとか、なんか嫌だなとか思ってたりっていうところがあるんですけれども、それはあなた自身もそっちにお返ししますって言いたくなるかもしれないですね。はい。ただですね、こんなはずではなかったっていう後悔も感じられてらっしゃるみたいですね。本当はあなた自身にいろいろと、優しくしたいとかですね、気遣いたいとか気持ちがあったんですけれども、ちょっとですね、そのあたりが、なかなかですね、うまくいかなかったんでしょうかね。関係としてですね、もっとうまくやっていきたかったっていうところがあるんだと思います。ただ、それがうまいこといかなかったっていうことですね。それはですね、やはり、この方っていうのが、悪いっていうのはあると思うんですよね。だからですね、後悔してるって言ってもですね、ちゃんと動かなかった。そこはやっぱり問題なので、今後動いてほしいなとは思うんですけれどもね。はい。はい。では、障害ですね。こちらは、ソードのエースの逆位置ですね。そうですね。あなたがより良い未来に向かうためにですね、気をつけていただきたいこと。それはですね、自暴自棄にならないことっていうことですね。感情の爆発をした後にですね、その後、自分自身を傷つけるような行動に出るのはダメっていうことですね。いろいろとご苦労されて辛い気持ちになってらっしゃるとは思うんですけれども、その勢いのままにですね、自分自身が大事にできない、大事にされないような、そんな状況に自分を追い込むっていうことは、気をつけないといけないかなと思いますね。はい。そうですね。なかなかですね、このあたり難しいと思うんですけれども、自分自身、例えばお酒に溺れるとかそういうのもありますよね。ですね。そういったことも自暴自棄になると思いますし、そうですね。まずは自分をいたわるっていうことが必要だと思いますね。はい。ではですね、最終結果がどうなるかっていうとですね、審判の聖地になります。はい。心が決まり迷わなくなります。塔から進んでいって、ついにあなたが審判を下す時が来ましたと。はい。関係に決着をつけますということですね。これはですね、未来のつながりから行くとですね、これが、審判っていうのは聖地なので、すごく良い方向に行くっていうことは間違いないです。それが、その方と離れることなのか、それとも一緒にですね、今後も過ごしていくことなのか、はい、そのあたりはですね、いろいろと人によって変わってくるとは思うんですけれども、ただですね、その関係自身が、いろいろと変わることによってですね、あなたの今後っていうのはですね、良いものになるっていうことですね。はい。ちゃんとあなたへの未来っていうのは開かれていきます。はい。ではですね、助言ですね。ソードのナイトの逆位置です。忙しい時こそ落ち着いてください。そうですね。忙しい時に、いろいろですね、背負い込んでしまったら、責任感が強いっていうことなのでですね、そういう時に、いろいろとですね、任されてしまって、で、落ち着けないままですね、進んでいくと、やっぱりそこからまた人間関係の亀裂っていうものができてしまうので、忙しい時にはしっかり落ち着いて、自分自身
んがここまでやるべきことなのかっていうのも考えてほしいなと思いますね。そこがやっぱり自暴自棄にもつながっていくかもしれないですね。あなた自身の責任を背負い込むっていう癖ですね。そのあたりをちょっとずつ改善していく必要があるとは思います。人に任せていくこと。自己中心的な人は周りにいるかもしれないんですけれども、でもただその方も、後悔はしてらっしゃるからですね。ちゃんとあなたが、これもやっといてっていう感じで任せてしまえばですね、その後、何か文句は言ってくるかもしれないんですけれども、なんだかんだ言いつつ、手伝いそうな感じですね。ちゃんとやってくれるとは思います。それでですね、切れたらもう縁の切れ目っていうことでですね。はい。そこを判断してもらえればと思いますね。自分自身が忙しい時は無理はしないと。はい。お願いします。はい。では、オラクルカードですね。はい。こちらがですね、失敗または成功に焦点を当てるのではなくて、ただ努力に焦点を当てましょう。挑戦に集中しましょうというふうに出ておりますね。はい。そうですね。今まであなたが苦労したこと、それは別に失敗なわけではないです。失敗してしまったっていうふうに思うのではなくて、あなた自身が積み重ねてきた努力だとか、やってきたこと、それが大事なんですよっていうことですね。はい。そしてですね、今後はちゃんとあなたにですね、道が開かれておりますので、そこでですね、自分のやりたかったこと、目標ですね、そういったことに挑戦していきましょうっていうことですね。はい。そうですね。ずっとですね、あなた自身が大変だったっていう気持ちがすごく感じられるんですけれども、あなた自身がいろいろとですね、ご苦労されてきたこと、そういったことがですね、なくなるわけではないとは思うんですよね。今からですね、未来がたとえ良い方向に行くとしてもですね、やっぱり辛かった、悲しかった、苦しかったっていう気持ちがなくなるわけではないんですけれども、ただですね、その中であなたが培ってきた経験、努力ですね、そういったところはですね、今後のあなたにとって大事なものになってくると思いますので、まずはそこにですね、しっかりと集中してもらって向かっていってほしいなと思いますね。はい。そうですね。ちょっとですね、嫌な人っていう感じの人がですね、周囲にいらっしゃったので、そこがですね、心配ではありますけれども、あなたの今後ですね、そこをちゃんとけじめがつけられるっていうことなので、はい、大丈夫だと思います。はい。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方に対して周囲の方が思ってる印象ですね。そうですね。この方っていうのが結構お金にだらしない感じの方なんでしょうね。で、自分自身はちゃんとしてるって思ってるので、その点で言えばあなたに対してちゃんとやってるよねみたいな感じで思ってらっしゃる。全然真逆なんですけどね。あなたに対してやってることはやってるよねっていう感じで見てらっしゃるような感じ。はい。ですね。では、1枚ずつお話しさせていただきます。では、まず過去ですね。ペンタクルの6の逆位置ですね。はい。そうですね。あなた自身が他人の身勝手な行動によって物質的な不幸が生じていたっていうことでですね。もうこのカードから見る限りですね、お金のトラブルとしか思えなかったんですよね、私は。そうですね。あなたにもしかしたらお金を借りたのかもしれないですし、それか何か依頼とかですね、お仕事とかで、そういったことでですね、お金を受け取ったのに、ちゃんと依頼通りにしてくれないとかですね、そういうことがあったのかもしれないですね。はい。はい。で、次が現在ですね。ワンドの2の逆位置ですね。はい。現在も予期しない事態に見舞われているということでですね。そのトラブルがあった人ですかね。急に連絡がつかなくなったりとかですね。
なんだかヒヤヒヤさせるような事態になっていらっしゃるっていう感じですかね。途中まではちゃんと連絡できてたのに、なんか気づいたら連絡がないっていう感じになってらっしゃるとか、とにかく不安になるようなことが多いっていう感じですかね。そもそもそのだらしない感じの方っていうことなのでですね、そうですね。あなた自身がどうしても心配になるっていうのはすごくよくわかります。はい。で、あなたも今後どうすればいいだろうっていうところがございますよね。その方との関係っていうのもありますけれども、自分自身がどう進んでいっていいのか、その方とのやりとりがちゃんと終わらない限り、自分自身が次に進めないっていうのもあるのでですね。そこがやっぱり大変だと思うんですよね。そうですね。どうしたらいいのかっていうところなんですけれども、ちょっと今のところはですね、なかなか難しいところなんでしょうね。では未来がどうなるかですね。はい。こちらが月の正位置ですね。見通しがつかないっていう風になっておりますね。そうですね。やっぱりその方っていうのがかなり良くない方ですね。お金に関してなので、かなり大きいですよね。やっぱりお金の損失とかですね。自分自身がお金を出して渡してるのであれば、そこにですね、ちゃんと対価が払われる。今資本主義なので、そういうところがちゃんとしてないと、やっぱり困りますからね。その見通しがつかない。で、もしかしたら相手から連絡はあるかもしれないんですけれども、そこでですね、油断をしてしまったら良くないんだと思いますね。そこであなた自身がまた全てを見せてはいけないという風になっておりますね。油断をしてはいけない。さらけ出すことは気をつけていきましょうっていうことですね。向こうに手の内を明かすような感じになってしまうと、また向こうの良い方向に行ってしまうというところがあるのかもしれないですね。はい。では、周囲ですね。今回はこのトラブルを起こしてる人ですよね。その方がどう思ってるかっていうと、ペンタクルの3の正位置なので、すごくビジネスライクな関係だと、あなたに対してはそういう印象を持ってらっしゃる。でも全然ですよね。もう過去から見ても、あなた自身すごく嫌な思いをされてらっしゃるのに、向こうはですね、そんなことを思ってない。いい加減な方なので、やっぱりあなたと考えの違いによって、どうしてもそこに齟齬ができるんですよね。あなたが困ってる。だけど、向こうにとったら、そんなことは関係ないというか、良い関係築けてると思ってらっしゃるんでしょうね。で、やっぱりできることはしたと思ってるみたいなんですよね。そうですね。あなたに対して、ちゃんと返せるものは返したし、やれることはやったと思ってらっしゃる。これはちょっと困りますね。向こうの方っていうのが、自分多いですよね、かなり。なので、あなたに対しての印象っていうのが、勝手な改ざんになってますよね。あなたとの関係はうまくいけてるよねっていう風に、自分のことも印象良くなってるよねみたいな感じで思ってらっしゃるのかもしれないですね。全然違いますよっていう風にですね、言っておきたいところですね。はい。ではですね、障害ですね。吊るされ人の正位置になります。あなた自身が何が邪魔になるのか、障害になるのかっていうとですね、助けのない環境っていうことで、今回に関してはトラブルがトラブルなので、やっぱり助けがない環境ってなると、自分が苦しいだけで突破口が見つからないっていう風になりますよね。もしも、そうですね。今回どれぐらいなのかがわからないんですけれども、法律的にも危なそうなトラブルだったら、やっぱり無料の法テラスとかに行ってもらうとかですね。そういうことをしてもらう。無料の法律相談っていうものが、日本にはありますね。ちょっと他の国の方がどういうのがあるのかわからないんですけれども、やっぱり弁護士さんに聞くっていうのは大事だと思うんですよね。
もしそういうものではないっていうのであれば、周りの人にもし頼れるのであれば相談するのもいいと思いますし、相談が難しいのであればですね、例えば匿名でですね、相談できるインターネットとかではいっぱいありますので、そういうところでですね、少し吐露してみるのもいいかもしれないですね。どうしても専門家ではない人が集まるっていうところはあるので、好きかっていう人もいらっしゃるとは思うんですけれども、その中には、有意義なアドバイスをしてくださる方もいらっしゃいますし、あなたに寄り添ってくれる、そういうこともあると思いますので、とにかく一人で抱え込まないことが大事なんだと思いますね。そうですね。まずはそのあたりですね、しっかりですね、意識していただいて、まずは人に相談してみる、誰かに相談してみるっていうことを心がけてみてください。はい。では、最終結果がどうなるかっていうことですね。ちょっと今までのですね、トラブルが本当にひどいことなので、どうなるかって思ったんですけれども、良かったです。ここでは最終結果はカップのナイトの正位置ですね。待ち人が来ます。この待ち人っていうのが、もしかしたらそのトラブルの張本人かもしれませんし、もしかしたらあなたにとって、助けてくださる人、そっちの方かもしれません。結局、どちらにしても心の優しい人に出会えるっていうことなので、今後はですね、良い出会いに恵まれます。そういった方とですね、関係性を築いていってですね、どんどんトラブルの方から離れていってほしいなとは思いますね。そしてですね、嬉しい贈り物がありますよという風になっておりますね。これは物質的なものとは限りません。精神的なものかもしれませんけれども、あなたにとっては良いことがたくさんありますよっていうことですね。よかったです。もう、心がですね、本当にもう痛むような感じのことがずっと続いていた状態だったので、心配だったんですけれども、最終的にはですね、ちゃんとあなたにとって光が降り注いでくる、キラキラしたものがいっぱいですね、入ってきて、あなたの希望をですね、そういったところ、道を照らしてくださるっていうことですね。ではですね、助言の方をお伝えしますね。ワンドのクイーンの正位置ですね。意気込まなくても大丈夫ですっていうことになっておりますね。この意気込まなくてっていうのはですね、一人で頑張るぞっていう風にしなくて大丈夫ですよっていうことだと思いますね。全部自分がやらなきゃって思うとですね、やっぱりこのトラブルっていうのは結構ひどいものだと思うので、そこでですね、自分が頑張るっていうと、やっぱり損失の方が大きいんですよね。精神的なものから言ってもですね。で、人の意見を聞いてくださいっていう風になっておりますので、やっぱりですね、助けのない環境から脱することが大事っていうことですね。いろんな人からアドバイスをもらって、できれば専門家の方からアドバイスをもらうのが一番いいかなとは思うんですけれども、そういった方からアドバイスを聞いてですね、今後動いていってほしいなと思いますね。必ずですね、あなたにとって良い方向に向かいますので、そこでですね、ダメなんだって思わなくて大丈夫ですので、では、オラクルカードですね。絶望の嘘となっておりますね。変えられない状況はありません。絶望的な状況はありません。ちょっと直訳になっちゃうので、もしかしたら強い言葉かなとは思うんですけれども、過去から続いて、現在もですね、ご自分自身すごく絶望的な状況だと感じてらっしゃるとは思うんですけれども、ここからですね、いくらでも変えていけるっていうことですね。とにかくその人がいい加減なので、あなたが悪いわけではないっていうことをですね、まずそこをですね、意識していただくといいと思いますね。なので、その後にですね、出会う方たち、優しい方たちを大切にしてください。なので今後はですね、絶望的な状況から逃げられる、いう方向に行きますよっていうこと、そういったことをですね、オラクルカードさんも伝えたいっていうことだと思いますね。そうですね。全体的なものを見てましてもですね、あなたがすごくですね、嫌な思いをされてらっしゃる。本当にひどい方であれば、法的手段にも
いかないといけないような大変なトラブルかと思うんですけれども、そうですね、その件でやっぱり苦労はされてらっしゃるとは思うんですね。でも今後はですね、ちゃんと解決に向かっていろんな人が助けてくださると思いますので、まずはご自分からですね、動いてみてください。はい。助けてくださいっていう風に言ってみてください。そうすることでですね、あなたの周りに寄ってきてくださる方、しっかりとアドバイスしてくださる方が現れると思いますので、はい。どうぞですね、そういった方たちを信じてみてください。はい。それではですね、よろしければこちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。周囲の方のあなたへの印象ですね。はい、そうですね。あなた自身はもしかしたら自信がないのかもしれないんですけれども、人からすごく好かれてますね。はい。あなたといるとすごく落ち着くっていう風に思われてるので、ご安心ください。では、1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。ペンタクルのクイーンの逆位置です。恐怖心と自信のなさから不安へとつながって前進を妨げていたっていうことなので、そうですね。あなた自身がすごく不安が大きい方なんですかね。いろいろと前に進んでいくのが怖い。何があるかわからないっていう、そうですよね。確かにその道筋とかがですね、しっかり見えてこないと怖いですし、自分は嫌われてるんじゃないかとかですね、人間関係においてうまくいかないんじゃないかってそういうふうに思うとですね、自分からいけないですよね。そうですね。ただそういうところで自分自身が自分自身を苦しめていたっていう状況だったのかもしれないですね。はい。はい。では現在ですね。カップの5の逆位置ですね。はい。新しい局面に向かう運気っていうことなので、そうですね。あなたが今まで怖がっていたこと、そういったところから離れていく時が来ましたよっていうことですね。はい。これからはちゃんと進めますよっていうことですね。そしてですね、その中でモチベーションを高め合う人に出会えている状態ですね。はい。もしかしたらもうすでにあなたと、この人気が合うなとか、やる気が出てくるなとかいう人がいらっしゃるかもしれないですね。はい。それか、まだ近くにいらっしゃるけれども気づけてない状態かもしれませんね。ただその方と出会うとやっぱりですね、あなたも前向きな気持ちになれるっていうのがありますので、ぜひですね、出会っていただければなと思いますね。はい。はい。では次が未来ですね。こちらが女帝の正位置ですね。はい。周囲の人と良好な関係を築くことができます。よかったです。はい。そうですね。人間関係、もしかしたらうまくいかないんじゃないかっていうですね。不安っていうのは、誰だってですね、いつでも、どうしてもあると思うんですよね。なかなか自信持てないですよね。人間関係って。なのでですね、今後はですね、しっかりとした良い関係を築けますよっていうのがですね、ここに出ておりますので、はい。それだけでもですね、気持ちが違うんじゃないかなと思いますね。そしてあなた自身がですね、魅力が高まってまいりますので、人からとにかく好かれやすい状況になっていくということでですね。ですね。あなたのいろんな頑張りだとかですね、日々の積み重ね、そういったところがですね、結局魅力につながっていって、周りの人が、この人なんていい人なんだろう、好きだなっていう風になっていって、友人関係だったりですね、親しみを持って向かってきていただける、接していただけるっていうことですね。はい。そしてですね、その中であなたがリラックスできる人、そういった方と共に過ごせるっていうことになっておりますね。これは現在に出会ってる方とはまた違う方かもしれないんですけれども、それだけですね、いろんな交友関係が広がっていくっていうことかもしれないので、その自体はすごくいいことだと思いますね。ですね、リラックスできる。ご自分が癒されるっていう風にですね、思える人と出会えるっていうのはすごくいいと思います。はい。安心できる人がそばにいるだけでもですね、自分自身もやっぱりメンタルが安定してきますからね。はい。そういった方大事にされてください。
はい。では、周囲ですね。こちらが節制の正位置ですね。はい。周囲の方がどう思っていらっしゃるか。あなたのことをもっと理解したいと思っていらっしゃるということで、もっとあなたの意見や価値観を知っていきたい。すごく好かれてますね。あなたの価値観だったりを知ることで、ますますですね、あなたのことを知ることができる。ですね。結局そういったところでですね、気が合えばもっともっと仲良くなれるっていうふうに思ってらっしゃるんでしょうね。はい。そしてですね、あなたといると平穏な気持ちになる、落ち着くっていうふうに思ってらっしゃる方もいる。あなたがこれからですね、落ち着くなっていう方と出会えるのと同じように、あなたに対してですね、落ち着くな、リラックスできるなっていうふうに思ってらっしゃる方がいるっていうことですね。そうですね。いろいろとですね、ご不安な思いっていうのはされてたと思うんですけれども、その中でもですね、あなたに対してちゃんと安心感を覚えていらっしゃる方はいらっしゃったんですよっていうことですね。はい。はい。では、何が障害になるのか。こちらが審判の逆位置になりますね。はい。勇気が出ずに先送りにしたことでチャンスを逃すっていうことなので、これはあなたの過去の経験とかからあるのかなと思うんですけれども、そうですね。自信がないとか、恐怖だとか、そういったところでですね、前に進むのを躊躇してしまうと、結局あなたのいろんなチャンスっていうのがですね、手に入れられなくなってしまう。現在がですね、とにかく新しいところに迎えるっていう風になっておりますので、できればですね、現在から動いていってほしいなと思うんですけれども、ただですね、やっぱりまだまだ勇気がいるなっていう時、そういう時はですね、もうちょっと先に進んでから自分自身が自信を持てるぐらいになってからですね、はい、そこで進んでいくっていうことが必要ですね。そうですね。できれば考え出したらですね、すぐ動くっていう風にしていただけたらとは思うんですけれども、こればっかりはですね、やはりご自分のペースっていうものがあるので、無理はしないでほしいなと思いますね。はい。ただ、勇気を出して進んでいけばしっかりあなたはチャンスがつかめますよっていうことですね。はい。はい。では、最終結果がどうなるかというとですね、運命の輪の逆位置ですね。運命のいたずらに翻弄されやすくなると。はい。そうですね。逆位置っていうことなので、ぐるぐるとした運命の輪にどんどん流されていって、自分の思わぬ方向に行ってしまうことがあるかもしれないっていうことですね。ただこれはですね、やはりいずれは止まっていくっていうことにはなると思うので、あまり心配することはないと思います。はい。ちゃんとですね、輪っていうのは戻っていきますので、あなたの運気っていうのはですね、そこで止まってしまうわけではないっていうことですね。はい。これからもちゃんと続いていきますので、そこでですね、流されるままに行くのではなくって、自分でちゃんとせき止めていく。ちゃんと自分が進んでいくんだっていう風にしていくと、運命の輪も反対側に回っていって、幸運の道に回っていくようになると思いますので、はい、そうですね。先ほどの障害のところで言いましたようにですね、勇気を出して進んでいくことが最終的にも大事っていうことになると思いますね。はい。はい。では助言ですね。ペンタクルの10の正位置ですね。はい。あなたの人間関係っていうのはですね、安定していきますので、自分から壊そうとしないようにすることが大事っていうことですね。はい。どうしてもですね、不安から自分から離れていってしまうっていうことあると思うんですよね。自分が嫌われてしまうのが怖いから、嫌われる前にいっそ離れてしまおうっていう風にですね、してしまうっていうことあると思うんですけれども、そういうことをしない。はい。ちゃんとですね、あなたの人間関係っていうのは、これからも安定しますし、あなた自身すごく好かれてらっしゃる。はい。そこにですね、不安になる時もあると思うんですけれども、自分自身がやっぱりですね、関係を壊していくと、せっかくあなたのことを好いていた方、そういった方たちの関係っていうのがですね、遠のいていってしまう。なので、
あなたはですね、どうしても気になるとは思うんですけれども、もっと自信を持っていいと思います。はい。すごく好かれてると思うのでですね。はい。ですね、このユニコーンさんの慈しむようなお顔を見ていただければわかると思うんですけれども、ものすごくあなたのことを愛してらっしゃいますよっていうことですね。周りの人たちですね、あなたのことをすごく大事にしてらっしゃる。大事に思ってらっしゃる。はい。なのでですね、もっと自信を持ってもらいたいなと思いますね。はい。では、オラクルカードですね。はい。あなたは今までの人生の毎日を生き延びてきました。あなたは本当に今日があなたを打ち負かす日になると思いますかっていう風になっておりますね。はい。ですね。今までもいろんなですね、困難だったり、辛さだったりですね、人間関係のトラブルだったり、あったと思うんですけれども、そうですね。それをちゃんと生き延びてきている。日々をちゃんと過ごしているっていうこと。それだけがですね、あなたはすごいことだと思うんですよね。はい。そこに打ちひしがれてずっと進まない。そういう風になっていたわけではない。日々をちゃんと過ごしてきている。ですね。あなた自身はもしかしたら全然自分には変化がないって思われてるかもしれない。でもちゃんと一日一日を過ごすっていうのは変化がちゃんとあるということです。はい。なので、今日がもしもあなた自身を打ちのめすようなことがあったとしてもですね。はい。それであなたが負けることはないっていうことですね。気持ち的には負けるって思うかもしれないけれども、今後もですね、あなたはちゃんと強く生きていけますよっていうことです。はい。自信を持ってください。そうですね。あなた自身はすごく不安だとかですね、自信がない方ですね。そこがですね、すごく伝わってくるんですけれども、ご自分が思っているよりも、やっぱりですね、ちゃんと人から好かれてますし、ものすごくですね、運気をちゃんとつかめる方だと思います。ですね、これだけ大アルカナがたくさん出てきたっていうことなので、あなたの大事なことっていうのはですね、しっかり手にすることができると思います。はい。なので、何度も伝えるようになってしまいますけれども、もっと自信を持っていいと思いますね。あなたの運気っていうのはですね、今後もちゃんと良い方向に向かいますので、はい。人間関係もですね、今後も良好に向かっていきますので、はい。よろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。